今回は前々からリクエストが非常に多かったミホークの黒糖です。ようやく作ることができました。最後まで楽しんでくださいね。こんにちは、コスプレイヤーの逆ヤガだよ。今回はワンピースに登場するミホークの黒糖夜を作ってみました。ご覧の通りめちゃくちゃでかいです。身の丈を超えるほどの長さがあって、背中に担いだイメージはこんな感じとなっております。それでは早速みんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃のパーツを切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から残りのパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃を組み立てます。工作用紙から切り出した刃と COS ボードのパーツを瞬間接着剤を使って接着します。塗り残しがないように切れ端でしっかり伸ばしてから接着しましょう。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。なお、中は鉄の棒になっており、とても丈夫な素材です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。COS ボードのパーツに沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。COS ボードのパーツの端に沿うように瞬間接着剤を使って曲げた棒を接着していきます。続けてもう一枚の刃を瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤を多用しますが、100均のもので OK だよ。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に隙間ができるのでグルーガンを使って埋めておきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。根元の装飾部を組み立てていきます。まずは2枚の COS ボードのパーツを瞬間接着剤でくっつけます。続けて細かなパーツを瞬間接着剤で接着していきます。楕円状に切り出した COS ボードのパーツをハサミで成形して宝石パーツを作ります。加工したパーツを瞬間接着剤で接着します。グルーガンを粒状に盛り付けて小さな宝石パーツを作ります。グルーガンをうねうねと盛り付けていって模様を描きます。できた装飾パーツを瞬間接着剤で刃の端へと接着します。後ほど棒部分を水道パイプに差し込むのですが、今のままだとガバガバなので、COS ボードを切ったものを接着して厚みを稼いでおきます。これで刃の組み立ては完了となります。逆ヨガワンピースの動画は他にもいろいろあります。この動画の後に良ければ他の動画も見ていってくださいね。ここからは束を組み立てていきます。つばの段差になっている装飾部を再現するために、まずは対象の箇所を一度切り抜きます。切り抜いたものを元の場所に少しずらして戻します。その状態で瞬間接着剤を接着して段差を作り上げます。端にも同じようにくぼんだ箇所があるので、同様のやり方で段差を作って再現していきます。
段差ができたので、つばを箱組みして組み立てていきます。ひたすら瞬間接着剤で接着していきます。このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせて、アルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。ちなみに使う瞬間接着剤は100均のやつで OK だよ。内側に何もないとスカスカで歪んでくるので、柱を立てていきます。後ほど内側に棒を通すので、すべて中央に穴が開いています。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。切ったパイプの端の方にドリルで穴を開けます。ドリル持ってない方はホームセンターで貸してもらえると思うので、そういったものを使ってみてください。つばの中央に瞬間接着剤で先ほど加工した水道パイプを接着します。園芸用の棒を2本カットします。柱の中央にある穴に園芸用の棒を通していって、最終的に水道パイプの端に瞬間接着剤で接着します。補強として根元にグルーガンをたっぷりと盛り付けておきます。一通り内部の加工が終わったので、蓋をするような感じで上に1枚パーツを接着します。たくさんある宝石パーツを作ります。円形に切った COS ボードのパーツを削って加工します。加工してできたものを順次瞬間接着剤で接着しています。こういうパーツは市販でも売ってますので、そういった市販の宝石パーツなんかを使うっていうのもありかなと思います。段差部分にグルーガンでうねうねと模様を描いていきます。最後に柄の縁に接着する予定のパーツをサクッと組み立ててしまいます。これにて組み立て完了。次は塗装に行くぞ。逆用語。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。筆でミスターカラーを塗っていきます。ミスターカラーはプラモデル用塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売っています。塗り方のコツですが、まず塗料を筆に取った後、いらない布やティッシュなどで塗料をある程度こそぎ取って、かすれたような状態にします。その状態で塗っていきます。こすりつけるような感じで塗っていきます。そうすると、程よくベースの黒が残って、いい色合いになります。ドライブラシと呼ばれる塗装方法です。宝石の部分だけ塗るためにマスキングテープを貼り付けていきます。マスキングテープはホームセンターで売ってます。エアブラシを使って銀色に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。エアブラシはおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。次はクリアブルーを塗ります。筆で塗る場合は下の銀色の層を破壊しないように優しく塗りましょう。最後はクリアグリーンを塗ります。塗り終わったのでマスキングテープを剥がします。この時が一番ドッキドキですね。綺麗にできたかな？バッチリだ！プラスチックの玉にクリアブルーを塗っておきます。この玉は東急ハンズで買ったものですが、ガチャポンのカプセルとかでもいいかなと思います。玉が2つに分かれてますので、瞬間接着剤で1つにします。柄の端のパーツとプラスチックの玉をくっつけます。柄の端に瞬間接着剤で接着します。合皮を帯状に切ります。合皮は手芸店で売っています。切った合皮を水道パイプ部分に巻きつけながらグルーガンで接着していきます。
端まで行ったらカットします。合皮部分だけ真っ白すぎておかしいので、エアブラシでほんのりと黒をのせて汚れた感じにしていきます。最後にパーツをジョイントしたら完成です。全長は220センチ、重量は 1.2 キロとなっております。制作時間は15時間、材料費の目安は3000円となっております。水道パイプや鉄の棒を使っているので丈夫です。このように振り回したりしても全然 OK です。動画の内容に関して何か質問があればコメント欄でお気軽に書き込んでくださいね。というわけで今回はミホークの黒糖でした。コスプレ王に俺はなるという人はぜひこちらのミホークの黒糖チャレンジしてみてくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。